はい、皆さんこんばんは、サワディーカー。今日もですね、バンコク酒場やっていきたいと思います。まずはね、乾杯、チョンゲー。うまい。今日はですね、珍しくね、このね、ハイボールを飲んでます。ジェムソンのね、ハイボール。ソーダ割りでね、飲んでます。でね、今日のね、一品はですね、これですね。ホテイのね、つぼ焼き貝ですね。これちょっとね、さっき電子レンジで温めてきたんですけど、こんな感じ。いただきます。うまい。これうまい。マジでうまい。これ日本でね、買ってきたんです。これうまい。このつぼ焼きうまいですね。ホテイのね、この赤い超うまい。マジか。ちょっとね温めてたんでね、なおさら美味しいですね。はい。前々回のバンコク酒場では50歳からでも人生は変えられるっていうテーマで話したんですよね。で、前回は、タイバンコクで生活をするなら実際いくら必要なのか、いくらあれば生活できるのかっていう視点で、ちょっと話してみました。でね、今回はその次なんですよね。実際に日本を出てね、海外で暮らしたら本当に幸せなのかっていうね、これ誰もが本当にね、海外で生活したことがない人は疑問に思うところだと思うんですね。なので今日は50歳からの海外移住は本当に幸せなのかっていうね、そういうテーマでちょっとね、お話をしてみたいと思います。まず最初に、海外に住んでる日本人って一体どのぐらいいるんだろうと思いませんか？で、そう思ってね、改めてね、調べてみました。で、外務省の2025年のね、10月時点の統計によりますと、海外で暮らしている日本人は約129万8000人いるらしいです。はい。約130万人ですね。これって結構多くないですか？僕ね、これ見た時マジすげえと思ったんですよね。で、しかもその内訳を見ると、長期滞在者がなんとですね、約71万人なんですよ。で、永住者が約60万人。つまりですね、海外で生活している日本人って決して珍しい存在ではないんですよね。もう今はね。ただですね、僕が今回一番知りたかった50代のね、日本人のうち一体どのぐらいのね、海外移住している人がいるんだろうっていう、ここなんですよ。だけどね、これはね、意外にもね、公になっているデータがね、見つかりませんでした。はい。なので、この動画でね、50代の方が何%海外移住をしていますみたいな動画は、ちょっと言うことはできないですよ。はい。まあね、統計にもないし、わからないものはわからないんで、これはちょっとね、言えませんけども、ただ、海外で暮らしている日本人がね、130万人もいるっていうことはね、これは事実なんですよ。そしてね、もう一つ、面白い数字があります。海外に住んでいる日本人、この日本人がどこで住んでいるのか、国別で見てみると面白いです。まずね、1位、これはアメリカ。そしてオーストラリア、中国、カナダと続いてですね、タイはなんとです5位なんです。タイには約7万2000人の日本人が生活をしているというね、データがあります。さらにですね、都市別で見てみると、アメリカ・ロサンゼルスがですね、なんと6万4000人。
めちゃ多い。ですが、バンコクは5万1000人というデータがありまして、これは世界第2位なんですよ。これってマジすごくないですか？僕がね、今こうやって酒を飲みながら話しているこのバンコクに5万人以上の日本人が生活してるんですよ。もちろん全員がね、移住者っていうわけではないと思います。僕みたいに仕事のね、都合で駐在で来ている人もいます。また、現地採用の人もいると思います。またね、会社経営をしている人、ノマドワークで来ている人、リタイアしてね、家族でタイに来ている、単身でタイに来ている人、こういった多くの人がね、今ね、実際にタイで生活しているわけですよ。それで、なぜ50歳っていう年齢でね、今後の人生を考えるのかっていう点でね、話しますと、それは私が今50歳なんですよ。50歳なんです。で、もうすぐ51歳になるんですけども、今の段階ではまず50歳なんですね。はい。50歳ってなんか不思議な年齢なんですよね。はい。だいたい20代の頃ってもう50歳とか60歳なんてね、とんでもなく先だと思っていたんですよね。で、皆さんも思ってませんでしたか？でも30代になっても50代60代ってまだまだ先だと僕も思ってました。それから40代になってね、ちょっとね、あれっていう感じで、もしかして50、60ってもうすぐじゃんみたいなね、なんかちょっとね、近くなったなっていう感覚を得ました。そしてね、今ね、50歳を迎えた時に、おって思ったんですよ。65歳が定年と言われている今の現代で、あと15年で引退なんですよね。そう考えると、急にね、人生の残り時間をすごい意識するようになって、もちろんね、今の時代ね、人生100年時代と言いますけども、100年まで元気にね、酒飲んで、例えば趣味の釣りをして、海外旅行をしてね、好きなこと全部できるかって言ったらね、それはわからないじゃないですか。っていうか実際ね、魚釣りやるなんて絶対無理じゃないですか。そう考えた時に、僕はね、今50歳を迎えて、俺って今50だけど、あと何年働くのかなっていうことをね、この頃ね、すごい真剣に考えるようになったんですよ。あとは、元気なうちにね、何をするのかっていうことが、もう限られた時間をね、過ごす中で、いかにね、重要なのかっていうことをね、再認識したんですよ。そこで海外移住なんですけども、今私はね、タイのバンコクに住んでいて、皆さんに伝えたいことがあるんですね。それは、ここでね、一つ言いたいのが、海外移住っていうと、どうしてもね、日本の会社を辞めて、家を売って、手放せるものを全て手放して、さあ海外に行くぞみたいな感じでタイに移住してくる人とかいると思うんですね。で、それってちょっとね、違うと思うんです、僕は。そんなね、0か100みたいな感じじゃなくていいと思うんですよ。例えば海外で働きたい。だから海外に行く。とりあえず1年間住んでみる。またとりあえず海外に拠点を設けて、日本と海外と行ったり来たりする。また、冬だけあったかいね、タイで暮らす。いわゆる二拠点生活ですよ。というように、いろんな形があっていいと思うんですよ。特にね、今は昔と比べたら、日本にいる家族とか友達とね、簡単に LINE ですぐ話ができるんですよ。
もちろんね、テレビ電話もできます。飛行機に乗ればね、わずか6時間ぐらいで日本にたどり着きます。だからね、昔より全然現実的なね、選択肢にね、海外移住っていうのはなってると思うんですよ。そしてタイの場合、実は50歳という年って一つの区切りであるんですよ。それはタイにはね、リタイアメントビザっていうのが用意されてます。そのリタイアメントビザっていうのが対象が50歳以上なんですよ。このリタイアメントビザは50歳以上が対象で、条件を満たせば1年間の滞在が認められるんですね。つまりタイの国自体が50歳以上の外国人を長期滞在するために受け入れるっていうね、こういう仕組みが用意されているんですよ。もちろん50歳になった、じゃあタイに行こう、そんな簡単ではありません。リタイアメントビザにもいろいろ条件がありますので、しかもこのリタイアメントビザっていう制度は就労は禁止されています。でも50歳からタイで暮らすという選択肢は制度として本当に存在しています。これはね、結構面白いしいい制度だと思います。じゃあ実際海外に住めば本当に幸せなのかということですよね。はい、ここからが今日の本題です。海外に移住すれば本当に幸せなのか、僕はね、決してそうではないと思うんですよ。タイにね、旅行で来るとそれは楽しいですよ。ホテルに泊まってタイ料理を食べてマッサージ行って夜飲みに行く、タイ最高ってなるじゃないですか。でも旅行するタイと生活するタイっていうのは全く違うんですよね。タイで生活するためにはまず資金がないといけないので仕事をすることになります。またバンコクは渋滞の問題もあります。もちろん言葉の壁もあります。また役所の手続き、行政の手続きですね、これも避けては通れません。また具合が悪いときは病院に行くことも考えなきゃいけません。またタイなんで人間関係の問題もあります。こういったことを考えると、当然日本で住んできた私たちが日本の方が便利だと思うこともたくさんあります。例えば便利だなと思うことを挙げるとですね、日本のコンビニとかね、治安で、宅配便の、もう時間通りに来るとかね、電車も時間通りに来るみたいな、役所とかね、行政サービスがすごい丁寧、しかも手際がいいとかね、サービスっていう部分でもホスピタリティがね、本当にすごい国だなという点ね。日本に帰るとね、やっぱり日本ってすごいなと、すげえなっていうところはたくさんあるんですよ。そしてね、前回お話ししましたけども、バンコクでリアルな生活費についてね、話しました。生活費が安ければ幸せなのかっていう問題もありますよね。これね、僕はね、違うと思うんですよ。例えば日本で30万円必要だった生活が海外なら20万円で生活できる。じゃあ10万円安くなったから幸福度も上がるのかっていう問題ですよね。僕はね、そんな単純なことじゃないと思うんですよ。逆に日本よりお金がかかったとしても毎日楽しくね、家族との時間があって好きなことができてストレスが少ない。だったらそっちの方が幸せじゃないですか。50歳になって思うのは、今いくらお金を持っているかではなく、自分の時間をね、いかに大事に使っていけるかっていうことが重要になってくると思うんですね。僕はそんな気がします。僕が海外で暮らしていて一番思うこと、これはですね、
物価でもないです。暖かい気候でもない。タイ料理でもありません。僕は人生の選択肢が増えること、これだと思っています。もし僕が日本しか知らなかったら、日本の常識が世界の常識だと思っていると思うんですよ。でも海外に住んでみると、あれ？別にこうじゃなくてもいいんじゃない？とか、そういうことがたくさん起こるんですね。働き方も違うし、家族との時間の使い方も違う。お金の使い方も違う。人生に対するですね、価値観が違うんですね。だから僕にとって海外で生活するということは、決して日本を捨てるっていうことではなくて、もう一つ選択肢を増やすっていうことなんですよね。これが一番大きかったと思います。ということで今日のテーマ、50歳からの海外移住は本当に幸せなのか？僕の答えは、海外移住しただけでは幸せにはなれないです。日本で生活していて幸せじゃなかった方がタイに来た瞬間に全部解決する、そんな魔法みたいなね、ことはありません。ただ50歳になってこのまま今と同じ生活を続けるのかな、そう不安に思っている人がいるならば、海外で暮らすっていう選択肢も一度考えてみてもいいと思います。1ヶ月でも3ヶ月でも1年でもいいです。実際に海外に来て生活してみたら何かが変わるかもしれません。前々回50歳から人生を変えられるっていうテーマでお話ししましたけど、僕は今でも本当に思っています。でも何も無理して人生を全部変えなくてもいいと思うんですよ。選択肢を一つだけ増やすっていうことだけでも人生は変わると思うんですよ。日本で暮らす、タイで暮らす、または別の国で暮らす。どれが正解っていうことでもないと思うんですね。自分がどこで誰とどんな毎日を送りたいのか、50歳になった今だからこそ一度考えてみてもいいんじゃないかなと思うんですよ。最後に皆さんに聞いてみたいです。もし仕事もお金もビザも何も問題ないんだったら、皆さんは日本に住みたいですか？それともどっか海外に住んでみたいですか？もし海外だったらどこに住みたいですか？ぜひ興味があるのでコメントで教えてください。タイに住みたいっていう人も、日本が一番いいって思う人も、その意見をぜひ聞いてみたいです。それでは今日はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは、チョンゲーオ。ではまた次のバンコク酒場でお会いしましょう。サワディーカ。